ご視聴ありがとうございます。今回は異例の展開を迎える路線のご紹介です。カーブが多い経路が示す歴史と今、ガラガラの終着駅の大事な役目、間もなく20周年を迎える中の待望のあれに注目です。ここは沖縄本島の玄関口、那覇空港です。国内線各線はもとより国際線も就航し、2020年3月には滑走路が2本に増えました。ここから那覇市近郊へのアクセスの一翼を担う交通機関の駅がターミナルビルの近くにあります。屋根付きの通路で道路を乗り越えた先、ターミナルを出て数分の場所に高架の駅が見えます。これが今回ご紹介するゆいレールの那覇空港駅。ゆいは沖縄の方言であるゆいまーるから取ったもので、改札の上にはシーサーもいるなど沖縄らしさ全開。路線は手だこ浦西駅までの 17.0 キロ。1日乗車券と2日乗車券はそれぞれ700円と1400円。正確には24時間券と48時間券なので、全泊する時などにも効果抜群で、沿線施設での割引もあります。そしてゆいレールの切符は表面の QR コードを読み取るタイプで、国内ではかなりのレアものです。なお、ゆいレールでは当初、オキカという沖縄県独自の IC カードのみ使えましたが、2020年3月からスイカほか複数の IC カードも使えるようになりました。ただし相互利用はできず、例えばスイカなどのチャージは、券売機ではなく専用の端末でのみできるなど、制約があります。改札内に入ります。上りエスカレーターで上がった先はホームの一番端で、ホーム自体はこの後ろにあります。ゆいレールの各駅はホームの端がガラス張りで、雨風を防げるのに対し、那覇空港駅だけはデザインが異なり、腰の高さまでの壁以外に仕切りがありません。そしてこの先に蛇のような軌道が伸びています。手前にあるのが列車が軌道を移るときに通るポイント。ただしこのポイント、よくあるポイントとは違います。モノレールはその構造上、軌道を交差できないため、2つの線路を一方向につなぐポイントを2つ組み合わせるしかなく、このカットでは手前に逆向きのポイントがあります。それだと分岐部分が合計4つできますが、那覇空港駅では2本の軌道が合流してから分岐する構造にして、分岐部分を2つに抑え、コストを削減しています。これだと到着列車と発車列車が同時に通れませんが、運転間隔やダイヤの工夫で乗り切っています。動く部分は前後で独立しており、こんな動きをすることもあります。折り返し列車が到着です。丸みを帯びた2両編成の可愛い車両。あの辺りの軌道も動きそうですが、それは一旦置いといて。車両は結構な速さでホームに突撃、手前のホームドアを過ぎていきます。そして一番手前のドアには、ご利用できませんの掲示が。そして車両の横のホームドアは最初から開いており、係員が間口を塞いでいたロープを外していきます。実はゆいレールでは、車両を2両から3両に増やす工事が進んでいます。ホームドアの改修を同時に行っており、工事期間中は列車が止まる場所のドアが開きっぱなしになるため、ロープで塞いでいるのです。これは係員が開け閉めし、運転士に合図を出してからドアの開け閉めを行います。この駅には係員が4人配置され、片方のホームに2人、そして1両あたり1人で対応しています。ホーム全体の様子がこちら。骨組みは軌道よりも外側に出され、ホーム上に柱がありません。今は飛行機も少ないので人気はありませんが、この日は臨時ダイヤ。正規ダイヤでは日中10分間隔のところ、日中8分間隔での運行です。車内の様子がこちら。運転席の後ろ以外はロングシートで、背もたれが飛び出した形状。側面の窓は大きく、景色もバッチリ見えます。座席のモケットは沖縄にちなんだ模様で、優先席のモケットはそれが顕著。ちなみに、ドアステッカーはカニさんです。一方、編成によっては背もたれの形状や窓のサイズが違ったり、先頭が荷物置き場だったりと、違いも見られます。また、ラッピング車両の場合は窓にもラッピングがあるため、景色があまり見えないのが残念ポイントです。那覇空港駅を発車です。ゆいレールは線路がホームを挟む島式ホームの駅が多く、右側のドアが開くことが多いので、運転席は右側にあります。先ほどのカットで見えていた場所を通過。ここにはこの軌道から隣、さらに右へと移れるポイントがあります。その先にあるのが、ゆいレール唯一の車両基地。すでに3両編成の車両も止まっています。
奥では飛行機が離陸し、空港らしさ全開の光景です。この辺りで、ユイレールの歴史と今はおさらいです。路線の全体像がこちら。首里那覇空港間が2003年に開業した後、2019年に残りの区間が開業しています。全長17キロの路線はカーブが多く、起点と終点の直線距離は10キロ足らずなのに、路線延長はその7割増し。これは起点と終点を結ぶことではなく、那覇市内などの主要スポットを結ぶことを目的にしたからです。全線通し運転が基本ですが、朝には首里駅折り返し列車があるほか、牧志や里海にある線路を使った折り返し運転もできます。沖縄はその地理的特性から不発弾が多く、開業後にも何度か運休になっており、2009年には全線で運休になりました。開業後も苦労がつきまとうユイレールですが、開業までも苦労の連続でした。もともと沖縄には路面電車や軽便鉄道があり、サトウキビ運搬用の鉄道もありました。ところが昭和時代には車との競争が始まり、那覇市内の路面電車が廃止された後、太平洋戦争による影響を受け、沖縄本島の鉄道は1945年までに運行を停止します。終戦後、アメリカ軍が鉄道よりも道路整備に注力したため、それらの路線が再開されないまま、沖縄は国内で唯一鉄道が走っていませんでした。一方、70年代になると道路渋滞が深刻になり、新しい交通システムを建設する動きが高まります。82年には運営会社の沖縄都市モノレールが設立され、96年には軌道の建設がスタート。2003年に第1期区間である首里那覇空港間 12.9 キロが開業したというわけです。なおモノレールには車体が軌道からぶら下がる懸垂式と車体が軌道にまたがる小座式があります。懸垂式は鋼鉄製の軌道桁を使うため、潮風の多い沖縄にはふさわしくないとして、コンクリート主体の軌道を使う小座式になりました。そして、ユイレールを含め沖縄県内には、鉄道の運転士になるのに必要な資格を取れる養成所がないため、JR 九州や京急電鉄、西武鉄道で講習を受けて免許を取得しているそうです。また、モノレールの特性に関する知識や技術の教習は、千葉都市モノレールで行われています。ユイレールは小座式、千葉都市モノレールは懸垂式ですが、その違いは気にしなくて良いのでしょうか。車社会だった沖縄でモノレールが定着するのかという懸念はあったものの、渋滞に巻き込まれない定時制が受けたこと、見晴らしの良さから観光名所になったことから、通勤通学、そして観光輸送で大活躍します。一方、並行するバス路線は大きく見直される計画で、おもろ町と首里の両駅を郊外へ向かうバスとの乗り換え拠点にして、路線を整理する予定でした。利用者の負担が増えないよう、バスとモノレールの乗り継ぎ割引も予定され、券売機には専用のボタンも準備されたものの、割引原資の負担方法でユイレールと路線バス4社の協議がまとまらず、見送りになりました。この間、バス4社の一角をなす那覇交通が経営破綻するなど、一筋縄ではいかない展開です。おもろ町で一部路線を折り返すように変更したり、首里駅経由の路線が新設されたものの、駅周辺のバス停の機能が乏しかったことから、おもろ町と首里の乗り換え拠点構想は、当初の期待ほどにはなりませんでした。バスとの連携には課題が残りますが、リーマンショックによる景気後退や新型インフルエンザの流行を受けながらも、2016年度には、開業以降初めて単年度黒字を達成。2021年には、感染症の影響で日中の運転間隔が8分から10分に広がったものの、特休日は5月から増便ダイヤになっており、日中8分間隔での運行になっているほか、平日も増便ダイヤになっているようです。そして軌道は、那覇市中心部へ入ります。モノレールの建設にあたって道路が拡幅された場所も多いですが、モノレールは道路の上だけでなく、川との間を走ることで、用地取得コストを抑える工夫もされています。実際、この背後には川が流れており、ここからしばらくはそうした区間が続きます。県庁前駅に到着です。一旦ここで列車を降ります。なお、ユイレールではドアを開けるときは運転席のボタンで操作しますが、閉めるときは運転席を立ち、車両から身を乗り出してドアを閉めます。路線はここで北に回り込む一方、2駅先の牧志までを直線的に結ぶ通りが、その名も国際通り。戦後いち早く復興した通りは奇跡の1マイルとも呼ばれ、観光客に人気のお店がたくさんあります。当初モノレールをここに通す計画もありましたが、事業費などの観点から見送られています。
2つ先のマキシを発射。この先の渡り線は一方向に進むものだけでコストが抑えられています。その2駅先にあるのが先ほど駅名が出た小諸町駅。県内でも有数の商業施設の最寄り駅で、駅の西側にはバスロータリーも整備されています。ただし車両はまばらで、初期の構想がそれほどうまくいかなかったのがわかります。次の古島駅を出ると本格的な上り坂になります。那覇市内は意外と起伏に富んでおり、この坂はおよそ57ミリでモノレールとしても急なもの。後ろを見ると標高がガンガン上がっていくのがわかります。ちなみに最も急な勾配は岐阜首里間の60ミリです。岐阜駅に到着。ここで再び寄り道です。網入りガラスなのが残念ですが、この駅の端は特に見晴らしが良く、行き交う列車と那覇市街が一望できるほか、ホームの中ほどにはビュースポットもあります。周囲より高い場所を走る上、地形自体が起伏に富んでいるので、景色の良さは抜群です。岐阜駅を発車。前方がよく見えないほどの急勾配を信号待ちをする車を尻目にガンガン上がります。この先の左カーブを抜け、2003年の第1期開業時の終点、首里駅に到着です。ただし、駅の手前にある渡り線は、こちら側から隣の軌道に向かうものだけ。この駅は線路2つ、ホーム2つの構造で、延伸開業までは上り線だけを使って折り返していました。また、最初から延伸を見込んでいたため、一度単線になってから分岐する構造ではありません。そしてこの先で、軌道の見た目が大きく変わります。下から見た様子がこちら。色が変わっているところから先が、後から作られた部分。ではなく、色が変わっているのは橋脚までの距離が長く、頑丈な鋼鉄製の軌道桁になっているからです。第1期開業時に作られたのは、もう一つ先の橋脚まで。軌道桁の作りが微妙に違うほか、軌道桁にある銘板からは、作られた時期が大きく異なるのがわかります。軌道の間にあるこの部分は、車止めの部材の一部でしょうか。なお、駅の横にロータリーがあった小諸町とは違い、首里駅周辺にロータリーはなく、バス停も数カ所に分かれているなど、機能はさらに劣っています。延伸区間最初の駅、石峰に到着です。これまでの駅とは違い、骨組みを外側に出した作りで、ホームには柱がありません。開業時期が16年違うだけに、駅のデザインも大きく違います。次の駅を出ると、車道とは違ってトンネルを回り込みます。高いところを通るモノレールならではですが、この先ではそうでもありません。次の浦添前田を過ぎると、緩やかな上り坂である道路とは対照的に、軌道は地下に突っ込んでいき、トンネルに入ってからも、下り勾配でガンガン高さを下げます。これはバイパス道路の建設との兼ね合いでできた線形です。ユイレールで唯一のトンネルを抜け、終点の手だこ浦西駅に到着です。ちなみに手だこというのは、沖縄の方言で、太陽の子という意味だそうです。ここで右側の軌道へ移動、駅の手前にはテク向きの渡り線もあります。この構造は、首里駅と同じく、将来の延伸を見越したものです。あれだけ下り坂だったのに、駅では高架線になっているあたり、起伏の激しさがわかります。終点に到着です。この列車はホームの後ろ寄りに止まっていますが、隣のホームでは前寄りに止まります。そしてこれまでのカットから、あることにお気づきでしょうか。ユイレールには数駅ごとにステーションカラーがあり、水色から紫までの6色に分けられ、看板や自販機などが、そのカラーをベースにしています。隣り合う駅が同じ色だと逆に都合が悪い気もしますが、そのあたりはどうなのでしょうか。また、駅舎にある駅名板の右上には、各駅ごとに特徴ある文様があり、細かいこだわりが満載です。駅の外に向かいます。終着駅なので乗っていた乗客が全員降りるはずですが、休日の午後でも構内はガラガラ。那覇市などのメインスポットを網羅するユイレールとしては珍しく、この駅の周辺には目立った施設や観光名所はありません。そんな手だこ浦西駅が終点になったのには、大きな理由があります。それが、駅周辺に、今見えているものです。駅前にある巨大なロータリーと、奥の建物。この駅は自動車とモノレールの乗り継ぎ、いわゆるパーク&ライドの拠点で、延伸区間の途中駅だけでなく、モノレールのないエリアからの利用も取り込む戦略です。すでに受け皿となる駐車場が駅前に整備されており、
バスなどの乗り入れも考慮したロータリーがあります。中心がずれた屋根は駅前にせり出しており、横についた屋根と合わせて、ロータリーの外周部が雨で濡れないようになっています。駅の東側には高速道路があり、今は駅の横にインターチェンジはなく、バス停も少し離れたところにありますが、駅の横にインターチェンジを作る計画が進んでおり、駅周辺ではまだまだ工事が続きます。実際、延伸区間で乗降客数が多いのは、周辺に目立った施設や住宅がない手だこ浦西駅であり、その戦略が当たっているのがわかります。まだまだ夢が膨らむユイレール、実はある夢が間もなく実現しようとしています。那覇空港駅のように、係員が手動でホームドアを開け閉めしていた駅が他にはなかったのに気づいたでしょうか。開業以来2両編成だったユイレールで3両編成に増強する方針が決まったのは、延伸に先立つ19年4月と今から4年以上前。国内のモノレールや新交通システムには苦戦するものも多い中、両数が増やされるのは珍しいことです。20年9月には3両編成4本の発注が決定。この車両はすでに納入されており、今年2月には試験走行が始まっています。通勤通学需要と観光需要を担っているユイレールでは混雑が激しく、特にスーツケースを持った観光客が多いと積み残しが出ることもあります。編成数が増えれば増発もでき、このような状況が変わることが期待されます。また、この他に中間車5両が納入され、元からある編成の一部も両数が増えます。そして設備面では、おととし9月からホームドアの改修と駅改良工事が始まっています。駅舎ごとの工事は去年1月から始められ、工程の関係上、手だこ浦西を除く延伸区間の駅や、調査量の多い島式ホームの駅、勾配が急な場所にある駅が優先されました。一方向から順番に施工されていないのはそのためです。また、2両編成と3両編成の停止位置を揃えて運転士の負担を軽くするため、停止位置を先頭に寄せることになり、去年2月から停止位置が順次変更されています。ところでこの後下から出てくる図面を見ると、ユイレールの車両のドアの間隔が完全に均等になっているのがわかりますね。なお、終点の手だこ浦西駅では、私が訪れた翌日、7月2日に停止位置が変更されています。ホームドア設置工事は去年5月から始められ、この動画を作成している時点で、一連の工事はほぼ最終盤。3両編成の運行開始日は、第1期区間の開業からちょうど20年となる来月10日に決まり、8月13日から順次ダイヤ改正も行われます。那覇空港に6時前に着けるようになるほか、平日の輸送量が増強されます。また、これに先立つ7月2日には、3両編成のお披露目を兼ねたイベントも行われるなど、準備は万端です。ご視聴ありがとうございました。